はい、よろしくお願いします。今日は LINE の Python の第3回目ということで、クラスという概念について学んでいきたいと思います。で、クラスとは何かっていうことをまず確認するために、LINE の Python のディベロッパーサイトの、えーっと、101の7番、クラスイズっていうのがあるので、このページを第2回目かな、皆さんにもうすでに読んでいただいていると思います。で、まだ読んでない人はここを読んで、クラスとは何ぞやっていうその概要をこのページでまずは、知ってみてください。それで、クラスというのはですね、プログラミングの書き方いろいろ種類あるんですけど、オブジェクト指向プログラミングという書き方があって、プログラミングの書き方の手法の一つなんですけど、そのオブジェクト指向プログラミングでプログラムを書くときに、このクラスという書き方を用いて、プログラムを書いていきます。で、ややこしい定義を先にやるよりかは実際に書いてみた方が早いと思いますので、早速書いていきたいと思うんですけど、その前にですね、まず今日の目標は、最終目標はこういう、直方体ですね。直方体たくさん、プログラムから生成します。で、ただ、直方体書くだけじゃなくて、すべての直方体の幅と奥行きと高さ、それぞれ値が違う、寸法が違う直方体を生成していきます。それぞれの直方体にユニークな番号が振ってあるというところまで今日自動生成したいと思います。実際にプログラムを書くコードの長さは、だいたい70行くらいですかね。今日全体的にこのくらいの長さを書いていきたいと思います。じゃあ、早速始めましょうか。はい。じゃあ、新しくファイルを作って、1行目にいつもやっているコーディングでコロンで UTF-8 というふうに打ち込んで、日本語を打ち込めるようにして、2行目には、インポート、LINE のスクリプトシンタックスを RS という、エイリアスを作って、インポートするというのを書いておきましょうか。でここで一旦保存して、デスクトップに、BoxPython という名前で保存しておきましょうか。で、後で説明またしますが、今からこのファイルには Box クラスという、Box クラスを書いていきたいんですが、そのクラス名を書くときには頭文字を大文字にするという慣例があります。なのでその慣例に従ってここでもこのファイル名を頭頭文字大文字にして、保存しておきましょう。それでこれからボックスクラスを書いていくんですけど、まずクラスを定義するときにはクラスと書きます。これはおまじないなので覚えてください。で、ここからは、クラス名を書くんですけど、これは自由なクラス名を作って構いません。例えば、今からはボックスクラスと書きたいんですけど、例えばここではヒューマンクラスと仮にしときましょう。人間ですね。人間クラスを作っておきましょう。で、1行を開業すると、ここでインデントされます。これまでも何度も言ってきたように、インデントは Python で重要な意味を持っていて、このクラスの範囲の中に入ってますよっていう意味ですね。で、ここでもう一回おまじないをするんですけど、
def アンダースコアを2回、アンダースコアで、init アンダースコアで、このアンダースコアは必ず前後2つつけるようにしてください。で、カッコの中にセルフと入れると。で、この一行は、また後で詳しく説明しますが、今おまじないだと思ってとにかく書いてみてください。で、これで、プリントして、プリント文で、例えば、田中というふうにやっておきましょうか。はい。これでクラスの一番ミニマムな定義が終わったんですけど、今度このクラスを使って、オブジェクトを作ってみたいと思います。で、オブジェクトは何かっていうのは後でまた説明しますね。で、まずはここで、例えば、ヒューマン1という変数を定義して、右辺で、ヒューマンクラスを、呼び出します。で、ヒューマンクラスを呼び出すときに、この4行目のこのクラスの中身が、呼び出されるので、ここにプログラムが走るわけですけど、一番最初に呼び出されるのは、実はこの先ほど定義した init 関数ですね。これ def で定義されているので関数なんですけど、この init っていう特殊な関数をまず最初に呼び出すことになります。で、この init 関数のことをコンストラクターというふうに呼んでます。呼びます。で、この右辺で、クラスを呼び出すと、このコンストラクター、つまり init 関数が呼び出されるので、一番最初に実行されるプログラムは、この7行目の、プリント文が呼び出されるということになります。なので、これ出力してみると、田中が、出力されるというふうになります。じゃあ、これ先ほど init 関数というふうに呼びましたけれども、これまでと同じように関数は引数を取ることができるので、例えば name という引数をここに渡しておいて、name を出力してみましょう。ここの、引数が増えたので、こっちのヒューマンクラスを呼び出すときに、この括弧の中に、第一引数を追加しておきます。ここに、田中という文字列を送って、実行してみましょうか。そうすると、ここでも、田中という文字列が出てきます。じゃあ、この行をコピーして、ヒューマン2という変数を作って、ここに、鈴木というふうに引数を渡してみると、田中と鈴木が出力されているというのがわかると思います。で、これはどういうプログラムの流れになっているかというと、まず上から順番にコーディングを UTF-8 にして、台のスクリプトシンタックスをインポートして、4行目から7行目まではクラスの定義なので、プログラムは1回飛ばされて、実際最初に走るプログラムはこの9行目です。Python においてこのイコールっていうのは、左辺と右辺が等しいという意味ではなくて、右辺の値を左辺に代入するという意味なので、まず右辺が実行されます。で、この右辺っていうのは、このヒューマンクラスを呼び出しているんですけど、このヒューマンクラスを呼び出すということは、コンストラクターを呼び出すということになります。で、このコンストラクターっていうのは、実際にはこの init 関数のことなので、init 関数が呼び出されます。で、その時に、ここに第一引数、田中っていう値を第一引数として
与えてるんですけど、この第一引数が、ここの name という引数。これ実際には第二引数になってるんですけど、name という引数の中に格納されます。で、ここでセルフというふうな、文字列が書いてありますけど、このセルフの意味は後で説明します。で、クラスの中で定義する関数には、第一引数には、基本的には原則セルフっていうのが第一引数として、もう入ってしまうので、入るものなので、この第二引数のネームに、先ほどのこの田中という値が代入されると。それで、7行目が実行されるときに、このネームという変数の中に、田中という名前が格納されているので、まずここで田中が出力されると。で次に、10行目に移って、上でまたヒューマンクラスが呼び出されて、今度はこのコンストラクターのネームという引数の中に、鈴木という値が代入されて、で、7行目で同じく鈴木が出力されると。そういう流れになってます。はい、それで今、流れの中で、例えばこの9行目だと、右辺の値を左辺に代入するっていうところを実は説明飛ばして説明してたんですけど、実際にじゃあ左辺のこのヒューマン1という変数の中には、このどういう値が入っているのかっていうのをここでちょっと調べてみたいので、プリント文書いて、ヒューマン1というふうに、やってみましょうか。これヒューマンにも一緒にじゃあ書いてみると、この2行ですね。上がヒューマン1に格納されている値で、下がヒューマン2に格納されている値ですね。で、これ何かというと、これメインプログラム、この今書いてるプログラムのことをメインプログラムというんですけど、メインプログラムの中に定義されているヒューマンクラス、これですね、このヒューマンクラス。このヒューマンクラスのインスタンスが、格納されていると。で、このインスタンスのことが先ほど言ったオブジェクトのことなんですけど、これどういうことかちょっとこれどういうことかというとですね、人間個人個人は田中さんとか鈴木さんとか、固有の名前を持ってるんですけど、その人間全体として、この人間の属性としてここで人間というのは名前を持っている生き物なんですよっていうふうにここで定義しているわけですね。なので人間という種と個人の関係がクラスとインスタンスの関係で、ヒューマンクラスの中で名前という属性を定義してあげて、でこのインスタンスを作るときに、その一人一人個人の名前をこの名前変数の中に格納してあげると、このヒューマン1というインスタンスは、田中さんという個人になるわけですね。で、次にここでもヒューマンクラスを呼び出すことで、ヒューマンクラスのインスタンスを作ってるんですけど、そのインスタンスの名前には鈴木さんという名前が入っているので、インスタンスというのは個人で、クラスというのは人類っていうふうに、対応すると。そういうふうに、クラスが使われていて、でオブジェクト指向プログラミングっていうふうに先ほど、説明しましたけど、その
オブジェクト思考っていう時のオブジェクトというのは、この、インスタンスそれぞれごとに、情報を保持していると。で、その情報っていうのは、クラスの中で定義されているこの名前とか、あと関数を追加したりするんですけど、そのクラスが持っている関数とか、そういうものをインスタンスごとに、情報を保持させてあげるようなプログラミングの書き方のことをオブジェクト思考プログラミングというふうに言います。なのでちょっと話が横道それちゃいましたけど、もう一回戻ると、9行目の右辺でヒューマンクラスを呼び出すときに、このインスタンス、コンストラクターが呼ばれるわけですけど、このコンストラクターのネームのところに田中さんという値が格納されて、それで、この右辺には、そのインスタンスに保持されている情報が住所が格納されてるんですね。で、実はこのの後ろに書いてある、この 0x っていうのはメモリの番地のことを指していて、メモリの住所ですね。つまり、ここのメモリの中に、ネームには田中が入ってますっていうのが格納されてるんですね。で、今度、こっちはですね、そのヒューマンクラスのインスタンスなんですけど、今度はこっちの住所、つまり42、下2桁が42と言われているメモリの中に、このヒューマンクラスのインスタンスが格納されていて、そのメモリの中には、ネーム変数の中にこの鈴木っていう値が保持されて残っているというような状況になります。じゃあ次は、変数を少し増やしてみましょうか。年齢、英字変数もちょっと増やしてみましょうか。なので、ここで、ネームと、エイジを入れて、で、第2引数に年齢を入れていきましょうか。じゃあ、20歳と、例えば36歳を入れて出力してみると、ここで田中さんが、このネーム変数の中に格納されて、この age 変数の中にこの20という数字が格納されるので、ここで、7行目で、田中20というのが出力されるので、ここで田中20が出力されていると。で、同じように、この11行目の右辺では、鈴木がネーム、36が H に格納されているので、ここで鈴木36が出力されているというふうな感じになります。で、次に、新しく、じゃあ、関数を作ってみましょうか。def で、イントロデュース関数をなんか作りましょうか。で、自己紹介をすると。例えば、my name is %s で name
で、I'm old で、ここで H というふうにやると、この introduce 関数を呼び出すと、例えばこっちの human1 のインスタンスでこの introduce を呼び出すと、期待される、出力結果 My name is 田中 I'm、20 years old が出力されるということが期待されるので、ちょっとやってみましょうか。human1 というインスタンスの中のイントロデュース関数を呼び出すと。で、このインスタンスの中の関数を呼び出すときに、ピリオドでつなぐというルールなので、これを忘れないようにしてください。つまりこれは、このメモリアドレスに格納されている、ヒューマンクラスのインスタンスが、ヒューマン1にここに代入されているわけですけど、そのメモリを読んできて、そのメモリの中にはこのイントロデュース関数も含まれているので、そのイントロデュース関数を呼び出すと。つまりヒューマン1さんのイントロデュース関数を呼び出しているので、つまり田中さん自己紹介してくださいっていうふうに命令しているわけですね。で同じように、このヒューマン2のイントロデュース関数も呼び出すと、今度こっちではヒューマン2には、先ほどここで鈴木さんが、鈴木さんを名前に代入しましたので、つまり鈴木さん自己紹介してくださいというふうに命令しているということになります。で、これをやってみると、この2行がそれぞれ鈴木さんと田中さんと鈴木さんでそれぞれ出力されることが期待されるんですけど、実はこれエラーが出ます。で、10行目でネーム変数が定義されていませんというふうに出ます。で、これ10行目どこかっていうとここなんですけど、これどういうことかというとですね、関数のところでもやりましたけど、その関数内に定義されている引数は関数の中で自由に使うことができました。なので7行目では使うことができたんですけど、この10行目でこの書いてあるこのネーム変数っていうのは、このイントロデュース関数の中で定義されていませんよね。なので、エラーが出ます。で、今欲しいのは、このヒューマンクラスで定義したこのコンストラクターの中で、入っているこの名前、ネーム変数の値を欲しいので、ここで、一工夫必要になるんですけど、ちょっと一旦7行目消して、ここでまたおまじないを取ります。self.name イコール name で self.age イコール age というふうに入れておきます。なのでこのコンストラクターの引数の name あと引数の age を右辺に入れて、で左辺には新しく self.name、つまりセルフというのは先ほどのインスタンスのことなんですけど、自分自身のインスタンスの中に入っているネームという変数の中にこの引数のネームの値を代入しなさいというふうになってます。でこうすると、関数をまたいでもこのネームの値を使うことができて、その
関数をまたいで使うために、またこのネームの頭にセルフドットというふうにおまじないを書きます。で、これでやってみると、ちゃんと My name is 田中、I'm 20 years old で、これでエラーが出なくなりました。これで、じゃあこのセルフっていうのを例えば、ここでプリントしてみましょうか。でこのセルフには何が入ってるのかっていうのをちょっと見てみると、これがセルフで出力されたものですね。まずここで右辺呼び出されて、コンストラクター呼び出されて、このプリント文が一番最初にプリントされるので、これですね。で、これと、ここで呼び出されるこいつが同じものだっていうのがわかりますかね。つまりこのセルフっていうのは、このヒューマン1に入っている、インスタンスのアドレスがそのまま入ってるわけですね。でこのアドレスに保存されているネーム変数の中を田中さんにしなさいと。で同じアドレスに保存されているエイジ変数の年齢を20歳にしなさいっていうふうになってるわけですね。で、ここで本当はリターンセルフって書いてあると非常にわかりやすいと思うんですけど、リターンセルフと書いてあれば、この16行目でヒューマンクラスを呼び出したときに、このコンストラクターが呼ばれて、コンストラクターが呼ばれた後に、このセルフが、返り値として返ってくるので、この右辺にこのアドレスが返ってきて、このヒューマン1にこの値が格納されるということなんですけど、このリターンセルフは、省略して構わないですね。実際省略します。だけど、実際にはこの init 関数っていうのは特別なので、自動的にリターンセルフがされていると考えてください。なので、右辺にこの値が格納されるので、ここで出力されるヒューマン1は、この値が出力されると。同じ値が出力されているわけですね。それで同じように今度は、例えばこのイントロデュース関数の中にもプリント文作って、ここでもセルフをじゃあちょっと出力してみましょうか。出力すると、まずは、コンストラクターの中のプリント文消したので、ここでは何も出力されなくて、田中さん自己紹介しなさいと言ったときにこの関数が呼び出されて、最初にこのプリント文でセルフが出力されますね。こいつですね。つまり、このセルフの中には先ほどと同じように、自分自身のインスタンスのメモリアドレスが格納されているわけです。なので、この12行目で self.name、つまりネームだけではエラーが出ましたけど、self.name とすることによって、ここで定義した変数を呼び出すことができるわけですね。つまりこのメモリアドレスの中にあるネーム変数の値をここで呼び出してきているので、関数をまたいでも、このクラスのインスタンス単位でメモリ保持しているので、関数をまたいでも、このネーム変数とかエイジ変数が使うことができるようになります。でこのように、クラスの中で使えるようになる変数のことを、よくメンバー変数というふうに言ったりします。であとはクラスの中で定義されているこの関数のことをメンバー関数というふうに呼んだりします。なので、クラスの中では、メンバー変数の頭には必ずセルフを
つけて、一回ここで引数を渡したものをセルフをつけた変数の中でもう一回格納し直すってことをもうルールとして忘れないようにしてください。で、さらにメンバー関数の第一引数には、原則その第一引数にセルフという風なものを入れておくと、この11行目でやったように、このセルフの中には、そのインスタンスのアドレスが自動的に格納されるので、関数をまたいでもコンストラクタで定義したネーム変数とかエッジ変数を使うことができるようになると。なので関数の第一引数は原則セルフをつけるというのもルールとして覚えておいてください。大体こんなところですね。この便利さ、クラスの便利さが分かるようになるには、もうちょっとこうクラスをたくさん書いていくと、この便利さが身に染みてくるんですけど、僕たち現実の空間で、まずは誰か個人を特定して、田中さんなら田中さんという個人を特定して、その田中さんに備わっている属性、例えばね、名前とか年齢とか、その田中さんができること、つまり自己紹介するとか、そういうふうに田中さんの名前を教えてくださいとか、田中さんの年齢を教えてください。あるいは田中さん自己紹介してっていうふうに、まず個人を特定してから何かしますよね。そういうことをオブジェクト思考と呼ぶわけです。そうしないと、名前とか、年齢を個人に紐付けずに別々にこう変数として保持しとかなきゃいけないので、そうなると、データの保存の仕方っていうのが非常に煩雑になって分かりにくくなるんですね。だけど、オブジェクト思考のいいところは、個人単位、つまりオブジェクト単位で、属性とか機能を一括して管理できるので、便利だということですね。で、Python ではこの、オブジェクト思考で書くっていうのが一般的なので、このオブジェクト思考、ちょっと最初はとっつきにくいかもしれないんですけど、これからも頻繁に出てきますし、とても便利な概念、プログラミングの書き方なので、オブジェクト思考でプログラムを書けるようにしといて、しておくっていうのは重要なことだと思います。